さん、セガサターンは好きですか？私はセガサターンがなぜ売れなかったのか、購入した日から毎日考えてるぐらい好きです。さてさて、今回の動画はリリースされたばかりのサターンパッドっぽい見た目のゲーム機 RG アークですよ。もう購入した人もいると思いますが、最初に結論を言うと、思っていたよりもかなり良い感じでしたよ。それじゃあ本編をどうぞ。それでは開封しますよ。なんとアンバーニックとしては珍しい商品写真が印刷されたパッケージです。店頭で売られるような商品ではないので、白箱でも良いんだけど、やっぱり外箱も綺麗な方が嬉しい。これは好印象です。蓋を開けるとこんな感じ。これが本体、意外と大きいです。そして軽く感じます。まずは付属品をざっくり紹介しますね。これは定番の USB-C ケーブルで、緩衝材の下にあるのがマニュアル。英語と中国語で色々と書いてあります。いつも思うけど、ウェブにアップしてほしいですよね。あとは定番のガラスフィルムです。付属品は以上で、まあいつもの構成でした。さて本体です。このモデルは RG アーク D のグレーカラーです。見ての通り、セガサターンパッドのようなデザインで、アナログパッドがなくて、6ボタンなのが特徴です。スクリーン上のボタンは、スタート、セレクト。6ボタンは、ABC が大きく、XYG が従来モデルのボタンに近いサイズとなっています。本体の上部は、電源ボタン、ボリュームスイッチにファンクションキー。中央がミニ HDMI 端子で、左側に DC と OTG、USB-C ポートです。ショルダーは4ボタンで、縦配列。このボタンの感触はいまいちで、ぐにゃっとした押し心地ですかね。本体の下部。これは、リセットボタン。デュアルマイクロ SD カードスロットで、中央は、オーディオジャックです。背面は中央に名板シール。滑り止めパッドはありませんが、グリップがしやすい形状になっています。ちょっと、ネジ穴が目立つのがいまいちです。本体が大きめでグリップ感が良いし、見た目のおもちゃ感があるけど、それも印象的には悪くないです。ゲームハードとしての完成度は高いんじゃないって印象です。それでは RG アークのスペックを紹介しましょう。まず RG アークは Linux 起動のみに対応した RG アーク S とLinux と Android のデュアル起動に対応した RG アーク D、2つのモデルがあります。どちらのモデルもチップセットはおなじみの RK3566 を搭載。これは無難というか新しさがないですね。スクリーンは RG353 シリーズより少し大きめの IPS4 インチ。多くのレトロゲームコンソールに最適な VGA 解像度です。S モデルはメモリーが 1GB、D モデルは 2GB。D モデルの未タッチスクリーンに 32GB の内蔵ストレージを搭載しています。
この仕様差は、Android を動作させるためで、パフォーマンスに差はほとんどないはずですよ。カラーバリエーションも S と D に違いがあって、RG アーク S は半透明のブルーとブラックの2種類。RG アーク D はメガドラやセガサターン白のようなグレーと黒となっています。グレーと黒が欲しい人は価格が3000円高い D モデルを選ばないといけません。これはちょっと悩ましいですね。あと、ミニ HDMI による外部モニター出力や振動対応、Wi-Fi、Bluetooth を搭載。ストリーミングプレイヤー、外部ゲームパッドとして利用できます。スペック的には RG353 シリーズと同じ。少し大きめな4インチスクリーンにボタンの仕様が異なるのがポイントですかね。さて、RG アークの4インチスクリーンですが、3.5 インチに比べると少し視認性が良いです。輝度も十分だし、視野角も良好、発色も綺麗。ただ、非表示部の黒い枠が少し大きめで気になるかなって感じですかね。音質ですが、フェイスカブの左右にスピーカーが配置されているステレオです。操作時の指の干渉もほぼなく、広がりがあって、音質はそこそこ良好です。ちょっとこもった音質だけど、ハンドヘルドとしては悪くないんじゃないかな。まあ、高音質とは言いませんけど、不満には感じませんね。大きめの本体のホールド感ですが、背面グリップも効いているし、握り心地は良好。ゲームコントローラーみたいな感じです。サターンパッドのような6ボタンについてですが、ABC ボタンは大きめなサイズで、押した感触も良いし、反発もしっかりあります。XYZ ボタンは少し小さめで、親指の腹と指先を使った操作がしやすいです。このレイアウト、やっぱりスト2で遊ぶには最適です。弱中強のパンチ、キックが自然に入力できるのが楽しいです。セガサターンのタイトルで遊ぶのも違和感は少ないだろうし、多彩なキーマッピングが可能で、色々とはかどりそうです。さて、サターンパッドのような丸型のデジタルパッドですが、軸に高さがあって、柔らかい感触、なかなか操作性が良いです。上下左右、斜め入力も、親指を滑らせてスムーズに入力ができます。昇竜拳、波動拳もガンガン入力できるし、シューティングゲームでもキャラ操作でストレスは感じません。ファミコンから初代プレステあたりのレトロゲームには、このデジタルパッドはかなり相性が良さそうですね。私はかなり気に入りました。ただ、PSP やプレステのアナログパッドが必須のゲームだと、全くゲームができませんね。まあ、当たり前ですけどね。ショルダーボタンは縦配列で位置も悪くないんだけど、押し心地はあまり良くなくて少し硬めでぐにゃぐにゃしてます。ゲームでは気になるほどではないんだけど、質感の点も含めていまいちな感じがしました。RG アーク D は Linux と Android 起動に対応していますが、グレーと黒が欲しいということでなければ S モデルで良いのではと思います。なぜなら RK3566 は非力で軽めの Android ゲームしか遊べないし、そもそも Google プレイがインストールされていないんですよね。とはいえ Android の豊富なアプリが利用できるのは RG アーク D のメリットではあります。ちなみに Linux のストックファームウェアはアンバーニックがカスタマイズした専用 OS でミオミニの OS っぽい見た目で設定項目などもシンプルでわかりやすいし、なかなか良い出来だと思います。ただゲームディスクを読み込まなかったり、ち
ちょっと挙動に不安定な感じもしました。この点はアップデートで良くなると思いますし、カスタムファームウェアもリリースされるかもしれませんね。最後に、エミュレーターのパフォーマンスについて少し触れると、ファミコンから初代プレイステーションまでは問題なく動作はすると思います。ただし、ドリームキャストや PSP あたりのゲームや、肝心のセガサターンの場合だと、タイトルによっては遅延や音飛びが発生します。サターンをモチーフにしたデザインなんだけどね。これが、ちょっと残念なポイントかもしれません。はい、今回はアンバーニックの新製品、RG アークを紹介しました。最後に良い点をまとめると、サターンパッドのようなデザインで見た目が楽しい。ビルドクオリティも良好です。何より、グリップ感、操作性が良く、ゲーム機として完成度は高いです。特に、丸型のデジタルパッドは気に入りました。いまいちだと思ったのは、セガサターンのゲームで遊ぶには、少し性能が非力なこと。あと、アナログスティックが必要なゲームが遊べないのでちょっと不便ですね。でも、デザインがごちゃごちゃするよりは良いかもしれないけどね。最初は、また RK3566 かよ、と思っていたんだけど、実機を確認したら、かなり気に入ってしまいました。レトロゲームで遊ぶには、現状で一番良いハードな気がします。皆さんは RG アークについてどう思いますか？コメントで教えてくださいね。RG アークの公式ショップリンクは概要欄にありますので、気になる人はチェックしてみてください。はい、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録していないなら、登録してください。次もゲーム機のレビューを予定していますので、次回の動画投稿まで少しお待ちくださいね。それでは、またね。バイバイ。